こんにちは、みえこです。今日はね、お休みの日に簡単にできる作品を作りましたよ。布のかごです。もう本当に簡単。持ち手の紐あるバージョンはこっちね。お裁縫の道具入れたりね、お菓子入れたり、いろいろ使い道ありそうですね。それから残った布でこんなものも作りましたよ。それでは作り始めますね。まずは長い布6枚用意します。これはね、周りに使う布です。ちょっと長いです。後で切ります。それからキルト綿ね。これどんなものでもいいですよ。途中で縫いつないでも大丈夫です。では作ります。布ね、ここの端置いて、針で留めてプレスします。で、布の端を隠します。で、これをミシンで飾り縫いします。手縫いでも大丈夫ですよ。で、飾り縫いするとしっかりしたものができます。直線縫いだとちょっと柔らかい作品になります。で、3枚ずつセットにします。で、これね、横の部分ね。これ並べます。青い布のところに中心が来るようにします。で、赤も中心ね。で、針で留めます。で、端同じぐらい、7センチぐらい出てるかなと見ます。そしたら、これね、順番にこのように布を重ねます。次、白い布も重ねます。そして針で留めます。全部針で留めたらミシンで縫います。ステッチとステッチの間、中心付近を縫います。
縫い終わったら今度は横ね。横も順番に布、このように布重ねます。そして針で留めます。で、全部留めますね。布がね、少し多めにしてあるので、ここを縫います。そしたら余分な布を1.5 センチぐらいの縫い代残して切ります。布の端を中に折って隠します。ここ切らないですよ。でね、ちょっと余分な布の量が多いとしっかりした入れ口になります。少ないと柔らかくなりますよ。なのでちょっと多いといいです。で、端ですね。ここね。ここも縫ったラインのところにちょうど入るので、このように留めます。そしたら、これね。今回はこの布端は手縫いで縫いましたよ。何縫いでも大丈夫なので、手縫いで縫うとふっくらした作品になります。それでね、ミシンで縫うと、またちょっと違う印象になります。でね、これずっと一周縫います。このね、布の端のところをね、離さないようにしっかり留めますね。これがコツですよ。で、これ一周全部縫うと、こんな感じにできます。これ赤いステッチ糸で縫いましたよ。で、個数増やしてミシンで縫ったものね。これミシンで縫うとちょっと違う印象にできます。どちらでもお好みで作ってくださいね。それから持ち手の紐が欲しかったらもう一本
縫うのを増やして、こうね、ここの中に差し込んで、手縫いで縫うときに一緒に縫います。簡単な作品できました。作品完成したので今日の動画はここまでです。最後まで見ていただいてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょうね。意外としっかりしていて便利な布の箱でした。またね。